メカ最近 AI に仕事を丸投げできるってよく聞くけど、あれって結局どうやるの？私には全然想像できない。いい質問だね。先に結論を言うよ。コツは毎回自分が指示を出す人をやめること。代わりに AI に指示を出してくれる仕組みを作るんだ。これをループ設計って言うよ。指示を出す人をやめて指示を出す仕組みを作る。なんだか頭がこんがらがってきたよ。大丈夫。今日はそこを一番優しく説明するよ。最後まで見れば AI に任せる。4つのレベルが分かって今日から自分でも試せるようになる。難しいプログラミングの話はしないよ。例はアプリ作りで出すけど、考え方はどんな丸投げにも同じように聞くよ。でもさ、こういう話でよく出てくるハーネスって言葉、あれが一番わからないの。ハーネスって何？ハーネスっていうのは一言で言うと AI が働くための仕事場と道具立てのことだよ。 AI を一人の新人アシスタントだと思ってみて。新人さんに綺麗な机と迷わないマニュアルと自分で見直せるチェックリストを用意する。この作業環境全部がハーネスなんだ。ここが整ってると AI は勝手にいい仕事をするようになる。じゃあ、いい仕事をしてほしいなら、あれこれ言う前に、まず環境を整えるのが先なんだね。ハーネスを図にするとこうだよ。綺麗なコード、わかりやすい手順書、自分でチェックする仕組み、この3つを先に用意する。あなたの仕事は指示の連発じゃなくて環境を整えることに変わるんだ。じゃあ次、さっきから何度も出てくるループって一体何なの？ループっていうのはね、 AI が終わっていい条件になるまで作業して確認して、まだダメならやり直す。これを何度も繰り返すことだよ。つまり丸投げの正体はこれ。今まではこの繰り返しをあなたが一回一回口で言ってた。それを繰り返しごと AI に任せてしまう。この繰り返しの設計こそがループ設計なんだ。そっか、終わっていい条件さえ決めておけば、あとは AI が自分で繰り返してくれるんだ。ちょっとワクワクしてきた。ループの流れはこうなってる。指示作業を確認、まだなら戻ってやり直し、条件を満たしたら停止。この停止条件を決めるのがあなたの大事な仕事だよ。お待たせ、いよいよここからが本番だよ。よし、行くよ。 AI への任せ方は人がどれだけ関わるかで4つのレベルに分けられるんだ。上ほど人が関わって下ほど AI が自分で動く。レベル1はターン型。一番シンプルであなたが毎回 GO を出すタイプ。例えば長い資料を3つの要点にまとめてと頼むと AI が全部読んで下書きして自分で見直してできましたと返す。ここで1回止まる。あ、それいつも使ってるやつだ。1個お願いして結果を見て、また次をお願いする。あの感じだね。そう、それがターン型。短い用事にはこれで十分。全部を大げさな仕組みにしなくていい。小さい用事はこのシンプルなループで気軽に。レベル2はゴール型。ここが超便利。あなたは合格ラインだけを決めて、あとはお任せするんだ。例えばこの案内文を読みやすさのスコアが90点になるまで直して5回試してダメならやめてみたいにね。点数まで自分で上げてくれるの。でも合格かどうかって誰が決めるの？いい着眼点。ここでは採点役の AI がもう一人いて、合格ラインに届いたかを毎回チェックする。届いてなければまだだよとやり直させる。人が見張らなくても合格まで自分で回ってくれるんだ。レベル3は時間型。決めた間隔で自動で繰り返すタイプ。例えば5分ごとに新しく届いた問い合わせをチェックして返事の下書きを用意しておいてと頼んでおく。うわ、それってもう自分が寝てる間にも働いてくれるってこと？そういうこと。しかも2種類あって、自分のパソコンで回すやり方とクラウド上で回すやり方がある。パソコンを閉じてもクラウドならずっと働き続けてくれる。クラウドは今はまだお試し版だけどね。最後のレベル4は自立型。人の関わりが一番小さくて何かをきっかけに勝手に動き出すタイプ。例えば問い合わせが届いたら内容を仕分けして返事の下書きまで用意しておくという風に。きっかけがあったら勝手にってまるで気の利く社員さんみたい。でもいちいち許可を取らなくて大丈夫なの。
そこは毎回の確認を飛ばして進めてねというオートモードをあなたが先に許可しておく。だからどこまで勝手にやっていいかを決めておくのが大事。任せる範囲は自分でしっかり線を引いておこうね。でもさ、勝手に動き続けるって暴走したり、お金がすごくかかったりしない？そこがちょっと心配なんだけど。その心配は正しいよ。だからコツが4つ。1つ目終わりの条件を必ず決める。何回までいつまでをはっきりさせる。2つ目、いきなり大きく回さず小さく試すこと。3つ目、毎回同じ作業は AI に考えさせず自動で動くスクリプトに任せる。その方が早いし安い。4つ目、できたものの確認は新しい目を持った別の AI にさせる。作った本人よりミスに気づきやすい。なるほど、終わりを決めて小さく始めて、決まった作業はスクリプトに、確認は別の AI に。これなら安心して任せられそう。暴走と無駄遣いを防ぐ4つのコツ、まとめるとこうだよ。この4つを守れば任せても怖くない。使った量が心配なら今どれだけ使ったかを確認する画面もちゃんと用意されてるよ。さあ、今日のまとめに行こう。今日のまとめ、丸投げとは毎回指示する人をやめて指示を出す仕組みを作ること。その仕組みがループで、任せ方には4つのレベルがあった。まずは一番小さいところからでいい。今日やってほしいことを一つだけ、いつもの AI チャットで普段の頼み事を一つ選んで、最初のメッセージに合格ラインと、ダメなら5回までと一緒に書くだけ。これがループ設計の第一歩だよ。わかった。私も今日小さいゴールを一つ決めて AI に任せてみる。自分にもできそうな気がしてきたよ。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価お願いします。こんなの解説してほしいってリクエストもコメントで待ってるよ。レリノちゃんでした。